君との時間。作久野。1、鍵。鍵を手にすると彼女の声が聞こえたような気がした。不満げな声。また休日出勤？ご苦労様。あなたは私と仕事とどっちが大事なのかしらね。俺は後ろを振り返った。もちろんそこに彼女の姿はない。いつまでも慣れないな。彼女がいなくなってからもう3年が過ぎようとしているというのに、彼女のいない生活に慣れることはなかった。俺は玄関を出ると鍵穴に鍵を刺し回した。カチリという冷たい音が響く。駅へと向かう道のりは夏から秋へと色を変えていた。眩しいくらいに光り輝いていた緑が落ち着いた色をなし、今では路面に踊り出している。秋か。つぶやくつもりはなかったが、つい口からついて出た。駅は平日と違って人の波が少ない。休日出勤といっても給料が出るわけでもなく、サービス出勤なのだ。一人で家の中にいたところで何もせずに日がな一日を過ごすだけだ。それなら会社にいた方がよっぽど気が紛れる。以前は家族のために仕事をしていた。どんなに妻に不満を漏らされても、仕事をしなければ家族を養ってはいけないのだから仕方がないと言い含めてきた。それが今は自分をごまかすために仕事をしているのだ。結局俺の人生は仕事だけか。自重気味に唇が歪む。ポケットから定期を出し改札を抜けた。落としましたよ。背後で声がした。振り返ると大学生だろうか、若くかわいい女性が手を差し出していた。その手には俺の大切なものが乗っていた。ありがとう、助かりました。これがなくなったら大変だったよ。女性はにっこり微笑むと会釈をして離れていった。俺は女性から受け取ったものを握りしめた。これがなくなったら。30年前、あの時も俺を呼び止める声で足を止めた。落としましたよ。振り返ると光り輝くような女性が立っていた。そして彼女の手には俺の財布が握られていた。ありがとう。これがなかったら帰れなくなるところだった。彼女は微笑むと俺から離れていこうとした。お礼をしたいので連絡先を教えてください。お礼だなんて。本当にこれがなかったら大変でした。このまま別れたのでは俺の気持ちが許さない。でも今思えば大胆だった。
誰だって素性の知れない相手に連絡先を教えることはしない。それなのに、何とかして彼女との糸をつなぎたくて、彼女とあのまま別れてはいけないような気がして、あの出会いがすべての始まりだったな。彼女との糸を手繰り寄せ、やっと付き合ってもらえるようになってから3ヶ月が過ぎた頃だった。はい、プレゼント。彼女の最初のプレゼントが今手の中にある。何？それは小さな箱に入っていた。開けていい？誕生日でもなければ何かの記念日でもない。それなのに彼女は楽しそうに俺に渡してきた。ええ、きっとびっくりするわ。一体何をプレゼントしてくれたのだろうとちょっとワクワクしたのを覚えている。箱の大きさからしてネクタイピンだろうか、それともカフス。そんなことを考えながら箱を開けた。そこには金色に光る小さなハート型の鍵が入っていた。これは？鍵。それは見ればわかるけど、何の鍵？さあ、何の鍵かしらね。多分あなたにしか使えない鍵だと思うわ。意味深なことを言う彼女に俺は悩まされ続けることとなった。しかしその悩みは心地よい悩みだった。2年間の恋愛を経て俺は彼女を妻にした。そしてあの鍵はプレゼントされたあの時からずっと家の鍵と一緒にキーホルダーにつけられてきた。あの鍵、ある時妻が唐突に俺に言った。ん？俺は読んでいた新聞から顔を上げると妻の方へ視線を向けた。あのハートの鍵。ああ、君の最初のプレゼント？そう。あの鍵の使い方、わかった？え？実際、俺にはあの鍵が何の鍵なのかわからない。どう見てもおもちゃの鍵だ。いや、わからないよ。そうかな。あなたはわかるはずなんだけど、そう言いながら笑っていた。それにしても、なぜ鍵束につけてあったはずなのに落ちたのだろう。俺は不思議に思ってポケットの鍵を探った。出てきた鍵はキーホルダーのチェーンが切れてバラバラになっていた。きっと何かの加減でハートの鍵だけが落ちたのだろう。ハートの鍵を胸ポケットに忍ばせるとホームに滑り込んできた電車に乗り込んだ。2、約束。仕事をしているときは寂しさも忘れることができる。月曜日には大切な会議がある。そのための資料作りは結構な時間がかかるのだ。誰もいないオフィスで自由に時間を使って会議資料を作る。疲れていることすら忘れられる時間だ。ちょうど昼に差し掛かる頃、俺は空腹を覚えて仕事の手を止めた。昼か。ラーメンでも食べてくるか、
コンビニ弁当にするか。俺は独り言を楽しむように言葉に出すと、ジャケットを手に取り、外に出た。オフィス街というわけでもない街には、若者の姿が見受けられた。そして若者のほとんどが恋人同士なのか、腕を組み、肩を抱き、体を密着させているのだ。そういえば、いつだったか妻が同じ光景を目にして羨ましそうに言っていた。いいわね、最近の子は。私たちが若い頃は道中であんなにくっついてなんていられなかったのに。その言い方が本当に羨ましそうだったので、つい笑ってしまったことを思い出したのだ。あら、あなた、笑っているけど、あなたは私と結婚するときにした約束を覚えてる？忘れているでしょう。また唐突に何を言い出すかと思ってハラハラしたものだ。だいたい結婚する時のことを持ち出されても、恋の病にうなされていた頃のことだ。どんなことを言ったかなど、覚えていても忘れたふりをした方が得策というものだ。ねえあなた、結婚しても毎月デートしようって約束したわ。あの約束はどうなったの？どんな約束かと思えば、そんなことか。あの時は真面目にそう思った。しかし今までは残業や休日出勤で家庭を振り返る暇すら与えられない状態だったのだ。それなのにデートしろと言われても無理難題というものだ。別に道中で腕を組んで歩きましょうと言っているわけじゃないわ。約束はちゃんと守ってくれないと。彼女は分かっていながら時々俺を困らせる。あの時も仕事が忙しいことを知っていながらそう言ってきたのだ。こうして一緒にいるんだからそれでいいじゃないか。俺は無然として言い返したが、それが本心ではなかった。できることなら俺だって妻と一緒にいる時間を大切にしたかった。しかし仕事が乗っている時期に妻とデートしろと言われても通用する時代じゃなかったのだ。いいわ。あなたがデートしてくれないなら私は私で楽しくやるから。そう言って膨れてみせる。そんな妻に心で詫びながらも、くだらんというしか脳のない俺だった。一番くだらんのは俺自身だったのに。3. ガラス細工。子供たちが巣立っていった頃、妻は急に老け込んで見えた。今まで子供たちの世話を焼くことが妻の生きがいだったらしく、子供たちがいなくなった家の中で何を見つめていたのか、どんどん衰えていった。ある時、妻が言った。ねえあなた、あなたが最初にくれたプレゼントを覚えている？俺はテレビから目をそらして妻を見た。共に年齢を重ねてきた妻がそこにいた。覚えてるよ。珍しいわね。じゃあ何だったか言ってみて。
誕生石のネックレスだった。あれはかなり奮発したから。俺は昔を思い出すように笑っていった。違うわ。妻はやっぱりねとしたり顔で俺を見た。その目は楽しそうだった。変だなあ。あれが最初のプレゼントだと思ったがな。ふふ。最初のプレゼントはね、ネックレスについていた一枚のカード。そこに書かれていたあなたからの言葉が最初のプレゼントよ。ずっと一緒にいようねって。妻はそう言うと窓から見える空を仰いだ。そして嬉しそうに目を細めた。そんな彼女の胸にはあの時のネックレスが光っていた。食事を終えると近くの店をふらふらと見て回った。オフィスに帰るのが遅れたところで、今日は誰にも咎められることはない。仕事も今日中に終わらなければ明日に持ち越しても構わないのだ。とにかく月曜までにできていればよいのだから。そのつもりで昨日も無理せずに仕事を終わらせた。逆に言えばうまく仕事を翌日に回したと言えるだろう。俺はのんびりと休日の街を見て回った。そして一つの店に目が留まった。間口の狭い小さな店。俺は吸い寄せられるように店内に入った。店内にはかわいい小物が並び、それらは蛍光灯の光を浴びてキラキラと光っていた。いい年をしたおじさんが一人で見るには気恥ずかしくなるような店だ。しかしそれでも見ずにはいられない。店の中央に来たとき、丸いテーブルに置かれた小さなガラス細工に目が留まった。ガラス細工か。小さなガラス製品は動物の形をしている。どれも微笑みたくなるような温かさがある。俺はその中の一つを手に取った。猫の形をしたそれはひょうきんな顔をこちらに向けていた。片手を上げて顔を洗おうとしているが、何が気になるのか上げた前足が途中で止まっている。今にも動き出しそうな人形に心を奪われ、気がつけば購入していた。まったく、俺は何をしているんだろう。そう思ったとき、脳裏によみがえった。それは居間の棚に並ぶガラス細工の人形たちだ。彼女と出会った記念にと買った人形は毎年一つずつ増えていった。それは結婚しても増え続けた。結婚当初は一緒に買いに行き、彼女の好みで購入していた。それがいつの頃からか妻一人で買いに行くようになった。あなた、ガラス細工の人形を買いに行きたいの。一緒に行きましょう。そう誘われても疲れているからと断っていた。
妻は寂しそうにため息をつくと、静かに家を出て行った。気がつけば、新しい人形が増えていた。それは決まって猫だった。そうか。君がいなくなってから買ってなかったね。毎年忘れずに買っていたなら33個目になるはずだ。だが30個を最後に妻がいなくなった。その年から人形のことなど忘れていたのだ。俺は人形の入った袋を手にオフィスへと戻った。4. コスモス。早く人形を飾りたくて、俺はまだ昼間だというのにオフィスは後にした。こんなに早く帰ったところで誰が待っているわけでもない。子供もいない、妻もいない家で何をしようとしているのだろう。それでも俺は流行る気持ちを抑えられなかった。家に着くと鍵を開けるのももどかしく、家の中へと入った。閉め切っていたカーテンを開け、日の光を室内に入れた。ほこりの積もった棚に買ってきたばかりの猫の人形を置く。そして数えてみると、やはり31個目だった。2年間の空白ができたな。今まで気にもしていなかったというのに、なんだか申し訳ないような気がして仕方がなくなった。俺は雑巾を持ってくると、一つ一つ丹念に拭き上げた。そうしながら一つ一つの猫の顔や姿を見ていった。妻はどんな思いでこの人形を飾ってきたのだろう。今となっては彼女に聞くことすらできないのだ。棚のほこりをきれいにしようと人形をすべてどかしてみると、その奥に小さな箱が置かれていることに気がついた。まるで宝石箱のように色とりどりのガラスが散りばめられ、いかにも女性が好みそうな装飾が施されていた。俺はそれを手に取ると開けてみようと考えた。ところが鍵がかかっているらしく、どうしても開かないのだ。なんだ、どうして開かない？俺は力ずくでは開かないことを知ると、鍵のありかを考えた。鍵がかかっているのだから、よほど大事なものがしまってあるのだろうと思ったのだ。しかし、どこを探しても鍵らしいものはなく、そんな小さな箱に合うようなものは見当たらなかった。テーブルの上に置かれた箱はじっと黙ったまま俺を見つめていた。ふと、もしかしたらあのハートの鍵が合うかもしれないという考えが思い浮かんだ。しかしあれはどう見てもおもちゃの鍵だ。開くわけがない。だが試してみてもいいじゃないか。バカバカしいと思いながら、俺は胸ポケットからハートの鍵を取り出すと、箱の鍵穴に差し込んだ。鍵はぴったりと鍵穴に合うと静かに曲がった。。小さく、かちり。
と音がすると箱が開いた。俺はそっと蓋を開けた。そこには小さなカードが1枚。俺はカードを手に取るとそっと開いた。そうか。この鍵が俺にしか使えない。涙が流れた。ひとしきりカードを見つめていた俺は窓へと顔を向けた。そこには小さいながらも庭がある。君はよく庭にいたね。庭で子供と遊ぶ彼女はいつでも明るく光り輝いて見えた。子供たちが大きくなった頃、彼女は庭に座り込み、俺に言った。ねえあなた、庭にまいたコスモスの種が芽を出したわ。きっときれいに咲くわね。嬉しそうなその顔は、子供たちがいなくなってから久しく見ない顔だった。あれから毎年コスモスが咲いていた。全く気にしていなかった。どんなに彼女が庭の話をしようと、俺には届かない言葉だった。しかし覚えている。君がいなくなる前に言ったあの言葉。それはコスモスの咲き乱れる休日の夕暮れだった。仕事から帰った俺を見て悲しい目をしながら彼女は言った。ねえあなた、私がいなくなったらあなたは次の恋をしてね。妻の命は残りわずかだった。俺は何も知らぬまま笑いながら、もっと若くてきれいな女性を見つけるさ、そう言った。君がいない今、俺は本心を初めて明かそう。次の恋なんて無理だよ。俺はまだ君を愛してる。俺の手に握られたカードが語りかける。それは俺が彼女に送った最初のプレゼント。ずっと一緒にいようね。そして君からの返事は消えそうな力のない鉛筆文字。ずっと一緒にいたかった。いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でお会いしましょう。